こんちは。ギルクエの選び方解説、やっていきます。こちらはソロで発掘武器を厳選する方に向け、どのようなクエストを選ぶべきかを話していきます。たまにコメントで質問してくれる方がいるんだよね。この武器狙うならどっちがいいですかとか。調べれば確率とかデータは出てくるんだけど、もうちょっと実用性を重視した説明ができればなと思う。ちなみに、我々は以前も似たような動画を上げてます。これは探索からの流れをざっと説明したもの。今回はこのうちクエスト厳選にフォーカスする形です。合わせてご視聴いただければと思います。クエ厳選するなら必然的に探索厳選もいるからね。その辺の概要は上の動画を見ておくれ。今回は我々の意見を入れた部分も多い。あくまで1プレイヤーのものとして受け止めてね。とはいえ、腐っても現役勢ですから、初心者には参考にしていただけると思いますよ。よし、では始めていこう。企画スタート。じゃあ、最初に報酬の仕組みを見ていこうか。ギルクエ報酬ってだいぶ複雑だからな。モンスター強いですからね。倒すからにはしっかり報酬をもらわないと。大事なポイントとしてこの3点にまとめました。順に見ていきます。上の2点はまあわかりやすいと思う。書いてある通りだし。武器を狙うなら136以上が最大効率ね。136と140は全く同じ。そして報酬の量や武器の見た目はモンスごとに違います。沼が深い理由ですね。で、ちょっと難しいのが3。2等クエの場合は特殊な仕様があります。これも書いてある通りなんだがね。ここは次で詳しく触れていこうか。一例としてキリンラージャンのクエスト。モンスターのアイコンはキリン、ラーと並んでるね。2等クエでは武器の見た目は左側のモンスに依存。この場合は雷剣のみ出土するようになります。一方、報酬の質についてはいい方に依存。量は2等を合計したものになります。ちょっとざっくりしてるけどこういう仕組みだ。質やら量やらは次で説明する。実際の報酬画面で見てみるとこういうくくり。ギルクエには大きく2種類の報酬が存在するぞ。まず上段にあるのがモンスターの討伐報酬。モンスターごとに設定されているものです。これは単体でも2等でも固定です。1枠のみですが高確率で武器が出てきます。で、下段にあるのがクエスト報酬と呼ばれるもの。質や量ってのは主にこっちに絡む話ね。ここもモンスによって枠数や確率が決まってるんだが、一部のモンスは封じられし武器が含まれないんだ。クエスト報酬での武器は出る出ないの2種類。この動画ではこれを報酬の質と表してます。キリンは質が悪く、ラージャンは質がいいですが、2等の場合はいい方に依存してくれます。つまりキリンラーであれば2等分の報酬枠すべてで武器を入手できる可能性があるってことだ。当然だが、質の悪いモンス2等だと武器が出ない。こういう構成のクエストは非常に効率が悪いぞ。こちらが質が悪い組の皆様です。強さ的にはまあ想像できる範囲でしょうか。ティガーシュあたりは結構罠だと思います。同ランクのモンスでは唯一の外れ組。ティガーシュって普通に強いけどな。こいつ当たり組でよかっただろ。ちなみに、こいつらでもモンスター報酬では武器が出る。最大でも1枠だからくっそ効率悪いけど。キリンの1枠 30% が最大です。全く割に合いません。一番低いのはドスランでたった 5% です。体力1万削って武器 5%。そんなわけで、外れ組に対応する武器を掘りたい場合、団体での周回は NG だよ。外れ組に限ってかっこいい武器掘れたりしますが、それを狙うには工夫が必要です。その方法がいい方に依存する性質の利用、質の良いグループのモンスターとの2等クエにしましょう。このブースト法は4時代にすでに編み出されていた、先人の知恵に感謝だ。ちなみに当たり組の場合、武器の出現率は一律、枠数だけモンスによって異なっているぞ。例として武器が出る確率を並べました。繰り返しますがキリンが外れ、ラーが当たりです。キリン単では非効率ですが、キリンラーにすると一気に確率が増えます。ラー単から枠数が増えてるのはキリン分ね。きっちり2等分の報酬量になるぞ。ブースト枠としてはラーやジョーが代表的。この2等が最も報酬が強いね。コリュウも報酬はいいですが、2等クエにできません。右ラーや右ジョーが生まれるわけですね。ただし、この方法が使えない子が一種います。それがコマちゃんです。こいつ、外れ組なんだよな。140内でも強い部類だと思うんだけど。それでいて準コリュウ枠で1等クエしか存在しない。どう頑張ってもいい報酬が得られないぞ。一応、大連続クエはあるんですがね。同時に出現できないのが響きましたか。この子は全モンスで最も非効率と言えます。神聖の大外れモンスター。混沌ゴマって G さんの大物っぽい雰囲気あるのに、ギルクエだとティガーシュと同等の報酬だぜ。ともかく、報酬目的ではこいつを育ててはいけない。どこまでも不憫なやつだな。続いては細かい仕様を見ていこう。地味だが重要なものが多いぞ。
まずはこちら、乱入に関するものですね。ギルクエはレベル140になっても乱入が発生します。当然、乱入されると難度が跳ね上がります。特にソロはいちいち相手してられません。そこで重要なのが、乱入が発生しないクエを選ぶこと。具体的には上に挙げたモンスターね。ざっくり言うと古竜と極限なんだが、キリンの原種足は普通に乱入発生するから注意だ。これ、だいぶトラップな仕様ですよね。我々も出念したままキリンは単体やってたりしました。ラーテオの人気はこの辺も影響しています。忘れがちなので探索時は気をつけましょう。続いて二等クエについての使用。この場合、各モンスの体力が通常の 0.7 倍になる。それでいて報酬は2等分しっかり入手できるから、単純な効率がいいぞ。が、当然これはちゃんと1体ずつ処理できる場合、乱入みたいに合流のケアをしないといけません。ソロの場合はマップや地形、最悪煙で対処します。モンスによっては難しいこともありますが。セルレには煙玉中も普通に見つかる。キリンあたりもかなり見つかりやすいぞ。こいつらは侵入可能マップも多いから、噛み合ったクエを探さないといけないね。キリンは低体力でまだごまかせますが、セルレは単体クエで回すのがいいかもですね。さあ、そして最後はやや変わり種だが重要な話。封じられし武器は採掘でも入手が可能です。青いレア鉱石は武器が掘れるぞ。宝を含む一部マップでは出現率は 7%。クエ報酬が 12% と考えると、掘るだけで 7% は悪くない。レベル140なら3割でお宝出るしな。というか、ソロならぶっちゃけ狩るより効率的です。TA 並みのタイムで回せるならまだしも。自爆マラソンには体力マイナス10のお守りが必要ですが、あるならたまにやってみるといいです。問題はガチの作業で退屈になることだ。普通の採掘と違って同じエリアにしかいないからな。ここまで挙げたものはどれも重要な仕様。特に今の環境では抑えておきたいね。それじゃあ、いよいよ本題。結局どれ狩ればええねんってとこね。ここまでの話をまとめると、ソロでやるべきは上の3つ。古竜、極限を含むクエストです。これなら好きな武器をたくさん掘ることが可能です。乱入もなくて環境も快適ですよ。まあ、古竜や極限が快適な相手かは置いといて、1対複数のはちゃめちゃバトルされずに済むぞ。代表的なモンスについて触れていこうか。まずは古竜の4種ね。ゴマちゃんは大外れなので除外します。かわいそうに。それぞれ140の体力値も載せています。ギルクエ全体の平均値は 11,652 です。古竜は全体的に体力が高めだ。一等クエ固定だし、どれもタフに感じるぞ。難易度的にはテオとナズチは簡単めだと思う。テオについては面倒な要素も少ないしな。ギルクエの癒し枠と呼ばれていますね。体力が多いのが難点ですが、報酬はトップクラス。ナズチはひたすら手数武器で後ろ足を攻めましょう。報酬は普通ですが効率は良さそう。あと大穴だけど、クシャルも単純な効率はいい。古竜ではぶっちぎりで体力が低いからな。対応できる武器はかなり限定されるが、体験ソロの動画上げてるから見てみてほしい。クシャルは何気にナズチより報酬がいいです。ほんの少しの差ですが。一方、おすすめできないのがシャガルくん。理由は言うまでもなく地雷による事故です。これについては腕ではどうしようもないしな。報酬はテオに次いで多いんだが。おまけに、武器の見た目もテオと被ってる。わざわざこっちを選ぶ意味は薄いだろう。脱皮の前も後もこれとは、地雷さえなければマカラシュももっと輝けたのに。さあ、では極限も見ていきましょうか。ラージョーとその他でまとめてしまいました。とりあえず手を出すなら、まず左の2体になるだろうし、これでいいと思ってね。報酬の質と量は、ラーとジョーがトップタイ。体力が低めのラーは単純効率では一番だな。ギルクエで単体、2頭ともに最もメジャーな相手です。まずはラージャンの攻略からチャレンジしましょう。ジョーさんは体力が多いのが面倒なんですが、コード自体はかなり優しめな印象ですね。ラーよりもいろんな武器種が許される感じはあるよね。通常時に腹を狙える武器が有利ではあるが。もちろん、ラー上で掘れる武器は異なる。目的に応じて使い分けよう。その他の極限については、報酬が劣る割に強くて、腕試し以外でおすすめできる相手ではないですね。ディアとオフガは極限でも屈指の難敵。140個体は 4G で最強クラスとなっています。その2体に比べればセルレティガはおとなしめだね。それでも面倒ではあるけど。ただ、労力の割に報酬が物足りないかな。武器が欲しいだけなら素直にラー上でええよ。ティガはウーガーシュと同等の報酬です。極限なのにこれは。その他のモンスターについても触れておきましょう。人気の武器が掘れて、報酬もいい子たちですね。大物が揃うが、この辺は狙い目だと思う。こいつらは武器の見た目も結構共通してんだよね。戦闘力は高いが理不尽さは薄め。しっかり回れれば効率はいいよ。ティア君は単体では報酬の質が外れ組なんですが、枠数は多いので2等クエに入れると輝きますね。
あとは低体力、低報酬組もおすすめできます。単純にクエストクリアが楽になりますよ。個人的にはバサルアシュは推しだね。ムントとかギルドナイトセーバーとか、かっこいいのばっか惚れるんだよな。この辺は体力がかなり低く設定されてる。うまく対処できれば有用だぞ。もう一頭の体力も抑えられますしね。ソロ向けのクエストと言えます。間違っても一頭クエではやらないようにしましょう。バサルなんて武器 7%1 枠ですから。お宝マラソン専用で育てるならわかるけどね。二頭クエの方が飽きずに済むと思う。我々、上のクエは全て揃えてる。実際回ってても感触いいぜ。もちろんどれも一筋縄ではいかない強敵ですが、特に周回にストレスは感じてないですね。マップや地形次第ではどれも有用。極限のお供選びの参考にどうぞ。ではここからは地形やマップについて実例をもとに話していこうと思う。ソロで回る上での地形やエリアに関するアドバイスです。まずはこちら、崖を利用した分断。崖エリアはエリチェンジにはロスになって面倒ですが、二頭クエでは天然の分断策として利用ができます。例としては崖上で戦闘してるシーンね。この時モンスターが合流してくるとする。崖下にモンスが移動すれば基本的に気づかれない。そのまま戦闘を継続できるよ。崖自体が平坦で戦いやすいですからね。うまいこと組み込めれば神クエ待ったなし。続いてもモンスターの分断に関する話。そもそも侵入不可能な状況にする手もあります。モンスターごとに細かく侵入不可エリアが設定されてる。例としてラージョはツタエリアには入れないぞ。つまりツタでもう一頭と戦えれば自動的に分断できる。エリチェンすると結局は合流リスクがあるが。逆にラーを先に始末するのも有効。ラージョは移動範囲がかなり広いので。ラー君は耐久力も低いですので、頭数を減らす運用もできちゃいます。4G、侵入不可とかで調べれば一覧で出てくるよ。二頭クエが派生した時には調べてみよう。侵入不可エリアの有用性は二頭クエだけじゃない。古竜など一頭クエでも使い道があるぞ。未知の樹海って移動先が分かりづらいんですよね。ペイント毎回つけるのもだるいし。そこで役立つのが最終エリアが侵入不可である場合、モンスターの移動先を制限することができます。そもそもモンスが入れないものもあるが、侵入できなければマップの種類は何でもいいよ。青鉱石が確定するマップならお宝感覚で使える。うまく生成されたらラッキーだな。ピンチの時の退避先としても使えます。小型に薬殺されないように注意。で、これは今の話と逆のことですね。当然ながらロスが多いクエストは避けましょう。これはね、特に初心者にありがちだと思う。クエが揃ってないと基準が低くなるからな。基本、初期エリア1以外は全部切った方がいい。きっちり武器を掘りたいなら特にね。ギルクエって長い付き合いになりますからね。136まで育てる時点で最低12回クリアしないとダメだし。やればやるほど移動のロスは積み重なっていきます。トータルでの無駄が多くなるんですよね。あと、道中に侵入不可なマップが挟むケースもね。これもエリチェンの旅にストレスが溜まる。これは戦術的にも大きなマイナスだ。最極限、交流石、強化時間、すべてがロスになる。もちろん探索の手間は大きくなるんですが、2、3日作業すれば妥協品は出てくると思います。これプラスマップの種類にこだわるときりないけどね。とりあえず軸になる1クエくらいは持てるだろう。つうわけで、まとめると大事なのはこの2点。どっちも月並みな内容だが。いろいろ説明してきての結論ではあるので、ここまでの内容を踏まえるとこれになりますね。この辺、マルチ時代はごまかせる部分もありましたが、ソロ環境の今では満たしてないと厳しいです。もちろん、変なクエストを楽しむ分には止めないがね。そこまで言った人はこの動画参考にならんだろうが。とにかく狩る対象を絞って、マップにこだわる。武器はそれからじっくり狙っていこうね。ギルクエ厳選は急がば回れ。時間としては武器ガチャのが長くなるはずですからね。とはいえ厳選は大変です。完璧なクエストは望まないのが基地。矛盾してるようだがこれも重要なんだよな。結局、クエ厳選だけでは武器は出ないから。暴論だけど自分が納得できりゃ何でもいいのよ。今回挙げた基準も我々が持ってるものだし。どこまで行っても自己満な世界ですから、あくまで効率を求めた場合の内容にしてます。あと、これは我々も意識してることですが、クエ厳選は時間を切った方がはかどる気がします。クエスト出ると探索変わっちゃうからね。厳選中はマジで他の作業が何もできん。これでギルクエやる前に心が折れちゃ本末転倒だ。たまには気分転換していこう。別の本体とデータを用意する荒技もありますが、ここまでやれる人は少数でしょうしね。テオラーになれたら他のモンスを回すのもあり、やってみたら意外と感触良かったりします。我々的には直近だとクシャルが良かったな。慣れるまでは大変だったが。みんなも運命のクエストに出会えますように。武器さえ掘れちゃえば全てがいい思い出だ。終わりなき 4G 怨恨の道。
我々も進み続けるとしましょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。